一応この建物は非常にシンプルで、壁も屋根も切板構造で、角度は120ミリでだけで、構成されてて、で階段が9メートルぐらいで、スパンがここでだいたい8メーター弱ぐらいですかね。で、3スパンあるんで全部で24メーターを三つ割りにしているという建物なんですけど、当然切板にしているので、この材の厚み自体は小さくてもいいわけですよね。形態合成があるので。これはただの板だったらダメですけど、だからこれはもう9センチの壁、だけで全部作ってるという建物で、これも割と作り方を意識した建築になっていて、この幅ですね、これが、1500で作られてるんですけど、それなんでかって言ったら、これの CLT の製造は岡山の名建工業で、製造をしたんですけど、そこの工場に見学に行った時に3メートル ×12 メートルのマザーボードが作れるんですね。でそれを、当然3メートルだったら低床トレーラーにも乗らないので、半分に切って、持ってくるっていうのが一番大きいモジュール、要は幅は1500、長さは12メートルっていうのが、一つのモジュールだったので、それを使い倒せるようなモジュールにしてるんですよね。これだからこれとこれで全部3メートルのマザーボードから半分に切ったやつがもうこれとこれになるっていう、それで全部できているので、ブドウ回りがもう90何パーとかそんなレベルで、非常にブドウ回りが良くて、スパンも24メートルですけど、それって半分に切ると12メートルじゃないですか。マザーボード12メートルっていうので、かなり設計の期間が非常に短くて、補助金の関係とかがあって、本当は接合部とかを少しお金かけて実験とかすればもう少し隠せたんですけど、この時はそういう余裕もなかったので、基本的にはどうしても無理なその斜めに取り合ってくるような箇所を除いて、既製品の金物を全て使っているというところですね。このスパンは室内内部化されてるんで、上はうまく仕上げ材とかで金物が隠れてたりとか、間接照明のところも実は、金物がここに入ってるんですけど、ここですね。あとは大学の施設なので、学生が少しでもこれの施工に、携わるといいよねっていうと、これは衣装の先生の発案なんですけど、僕がショップボットをせっかく、入れたっていうのもあるので、このテーブルとそれからその間接照明のカバーっていうのは、研究室に置いてあるショップボットで学生たちでデザインをして、学生たちで切り出しをしてセルフビルドで、作ったという。最初は全部天井を張るっていう話をしてたんですけど、これはこれで、学生の勉強になるっていうので、僕としてはちょっと恥ずかしいんですけど、表しになってるっていうの。ただこの時は、既製品金物だけで作って金物だらけになっちゃったので、今は CLT のユニット建築をやってるんですけど、それは接合部も集成材の、超割りっていうバタフライジョイントでやったりとか、足元の接合部も後半層年ドロフトペンで隠してたりとか、お金と、期間に余裕があるときはそういう、配慮をしてやってるっていう、この建物はそこに関してはあまりプライオリティが高くなかったっていうのと、時間もなかったので、もうコスト優先で、この辺も基本的に全部クロスマーク金物っていうインターネットで発注して手に入る金物だけで、やってるっていう。今これがきっかけで割とその CLT の仕事をたくさんいただけるようになって、今割と精力的に、進めてるのは CLT セルユニットっていう、トラックにギリギリ乗っかるような、ユニットで、建築を作るっていうのをやってまして、
最新の、建築とかだと同じ CLT でも、まあこれなんかは例えばこういうところはもう木を木でつられたりとかで、足元も後半ソニッドフィットピン接合で全部木の中に接合部を隠すように、したりだとか、まあ、それ辺は経験積んでいくうちにいろんな、ディテールを、考えて、まあ、自分の中でも少しずつ、アップデートを重ねているっていうようなところですかね。末光先生とやったパビリオンですよね。最初はなんかこういう紙から始めて厚紙からこうやったら施工しやすいとか、こういうふうな、幾何学を考えるところから、スタートして、最初の取っかかりはやっぱフィジカルな模型のこういう、細かところから出発点はそこから出発して、ある程度、イメージがまとまってきたらそこから、コンピューターにバトンタッチして、たくさんのパターンを一度に検討するのはコンピューターが得意とするところなんで、そういうのは全部コンピューターに任せて、01は人間がやってっていう、そんな感じで、進めていたりしますね。ただ全部クラウド上にもうほぼほぼ全部全てクラウドでやってるっていう。あとは大学教員をやってるっていうのがところがあるので、なんていうんですかね、構造設計をしているときに将来的にその建物で授業ができるようにって考えてるんですよね。そうするとなんかプロセスをなんか整理整頓するじゃないですか。じゃないと後で授業で使えないんですよね。最初のアウトプットだけだと。だから授業はやっぱりプロセスをしっかり言わないと学びにならないので、そういう意味で必ず後に授業ができるようにって意識して構造設計してると、自然と何ていうんですかね、設計のプロセスが整理整頓されるっていうので、それすごい意識しているところではありますね。この建物もそういうのをすごい意識して、構造設計したので、もうそれで1個スライドを作ってるんですけど、大体なんかどの建物も全部スライド作ってるわけじゃないですけど、ある程度プロセスはこうダイジェストで紹介できるようなことを意識して、設計しているところはあるかもしれないですね。どの建物もなんかそういうあんまり要素を増やさずに全体を、5行ぐらいで語れるようなことを意識しているっていうような、なんか行き当たりばったり設計しちゃうと後で振り返った時になんか経験が財産にならないんですよね。散らかった経験って財産にならなくて、経験っていうのは、整理されたものでないと自分の財産にならないっていう。でよく、金本さんが師匠なので、金本さんは普遍性と個別性っていう言葉をよく使うんですけど、その個別性の部分は割と僕は周囲からはちょっとデジタルなんかちょっとだけできる人みたいなそういう印象も割と持たれてるんですけど、それは個別性の部分なので、大事なのはやっぱりその普遍性のところだと思うので、なんていうんですかね、手書きが 2D キャドになって 3D キャドになってビムになってみたいに変わっていきましたけど、やっぱりなんていうんですかね、あくまで持ってるペンが違うだけなのかなっていうのは思いますけどね。その普遍性に、寄った部分の内容っていうのはツールが進化すればするほどなんかそこが見えづらくなるところがあると思うんで、だからそれをしっかりなんていうんですかね、大切にする思想っていうのはずっと持ち続けなきゃいけなくて、なんていうんですかね、あくまで念のため確かめるっていうのが数値解析だと思っていて、最初のなんかこんな感じでこういうシステムにしたら多分安定するよねとか持つよねとか、なんかそういう感覚的な部分の方が重要だと思ってるので、逆になんかよくわかんないけどなんか OK ですみたいな安全ですみたいな
数値上は全然倍ぐらい余裕ありますみたいに言われても、なんでこれどうなってんのかなって分かんなかったら、それはなんかもしその結果がなんかいろんな入力のミスとか、なんか不適切なモデル化とか、なんかそういう、実現象との乖離が大きい場合に非常に危険だと思うんですよね。で逆にこの建物はこういうふうに力が流れるよねっていうふうにで応力とかもそういうふうになっていれば、数値が多少例えばちょっとその前者よりも危険側というか余力がなかったとしても、僕はそっちの方が全然健全だし、自分の家だったらそっちの方が住みたいっていうふうに思うので、だからあくまでそこは全体のシステムとかっていうのはさっき最初に言ったなるべく分かりやすい構造にしたいっていうのと通ずるところはあるんですけど、ちゃんと人間が説明できるような構造じゃないと何かあくまでシミュレーションの世界なので、そこの近似に乖離が出た時にそれが大きな問題になるんじゃないかなと思うので、だからすごい感覚っていうのは磨かないといけないと思いますね。構造設計の考え方とか哲学っていうのはある程度普遍的なものだと思うので、それは多分どの構造家さんも近しいものを持ってらっしゃるんじゃないですか。ただそれのそういう哲学を持って設計していく中のツールとして何を使っているかっていうのは多分かなり、バリエーションがあって、私はそこに積極的に情報技術とかを取り入れたりとかを、している方っていうところですかね。2種類多分目的があって、それには一番の理由としてはとにかく楽をしたいっていうか一番構造設計の醍醐味って、最初の手書きレベルとかで建築家とああでもないこうでもないって初期の頃にこうしたらいいよねああしたらいいよねって、やってるところが一番メインディッシュであって、その後大体決まって実施設計入ってまとめに入る中で計算書作ったりとか図面書いたりとか、それをなんか、まだ紙ですから、出力してなんかそういう作業ってクリエイティビティがほとんどないので、だからそういうところは自動化できるところは自動化したいっていう、いかにクリエイティビティが低いところを圧縮するかっていう、人以外にやらせるかっていうところだと思うので、だからそこはもう積極的にどんどんデジタルツールを使っていかなきゃいけないなっていうふうに思ってて、でもう一個はそういうツールとか新しい技術で初めてできる建築っていうのもあると思うんですよね。だからそれは一番分かりやすいところで言うと、ビルドの人たちがやってるような設計のプロセスだったりアウトプットっていうのが一番分かりやすいと思うんですけど、建築家の方々でそういうことに長けた、方が何人かいらっしゃるんですけど、そこと一緒に組んで仕事をするためには自分がそういう、情報技術に長けてないとパートナーとして組めないので、そこは常にそういう新しい技術とかが出たら、積極的に飛び込んでいってアップデートするってことをやっていかないと多分そういう先端を走っている人たちの横に並走してコラボレーションできなくなるんで、もう一個はそこが理由で、割と積極的にそういうものに触れているっていうところがありますし、僕の目標としては構造設計ずっとやってると、僕なんか大学の教員もやってるっていうのもあって、マネジメントの割合がどんどん年々増えていってはいるんですけど、それでもやっぱずっとプレイヤーでいたいっていうのがあって、なんかずっとマネジメントばっかやってると図面も書かなくなるし計算書も作んなくなるし、ただなんか回してるだけみたいなことになって、そのまま年取るともう最新のソフトウェア触れないみたいないうふうになっていくじゃないですか。それは絶対に避けたくて、僕はだから僕の目標は70歳80歳になっても自分で構造解析ソフトウェア作れるし、ビムもバリバリ使えるし、3D プリンター、チョッポッとかいうNC ルーターとかも全部自分でメンテナンスもできるし使えるっていう状態を年を取っても維持したいっていうのは目標としてありますね。これ今言っちゃったんで目標を達成できなかったら20年後30年後に叩かれるんですけど今はそういうマインドでやってます。はい、
やっぱ人間ってなんか欲深いのか突き詰めちゃうのか分からないんですけど、できることが増えるとなんか確かめられることが増えるとそれ全部やっちゃうんですよね。昔は当然、計算機もNTT のサーバー借りてやって回すような時代とかっていうのは基本的にはやっぱりもっとおおらかだったじゃないですか。計算とかももう工学的な、感覚とか、普遍的なところは変わらないので、だからそこの、部分で、おおらかに設計していましたけど、今はもうなんか小針1本変えるのも大変というか、別に全然それ変えたところで何も問題ないのにちゃんと確かめて、計算書出し直してとかやらなきゃいけないし、だからそういうなんかやれることが増えたことでそれを全部やらなきゃいけなくなってるから、そういう意味で、仕事が減ってないのはそういうところなんじゃないかなっていうふうなのは思いますね。できることが増えるからどんどんそれが精細にやらなきゃいけないとかっていうふうになって多分そういうふうになっていってるから仕事が減ってないんだと思います。だけどもどこかでそれは止めないと、なぜかというとあまりにもそうやって頭でっかちで検討がフルボリュームになってくると簡単に説明さっき言ったシステムを簡単に説明できなくなるじゃないですか。で単純なものに置き換えられるものがやっぱり健全だというふうなふうに思うのででないとどんどん複雑化するとなんていうんですかね、結局原因が何かエラーが起きた時の原因がどんどん見えにくくなるので、だからそういう意味でどこかで多分それは止まるんじゃないかと思うんですよね。本当にそういうことをしなきゃいけないプロジェクトはしなきゃいけないと思いますけどそういう必要がないものはやっぱりそうじゃなくて単純化できないといけないと思うので、だからそれが原因で仕事がどんどん増えていってるけど、なんかそういう単純化することの大切さっていうところを大事にしなきゃいけないって思ってる人は多分すごいたくさんいるから、どっかで多分止まるんじゃないかなと思いますけどね。どんどんやれることが増えて仕事もなぜかそれにしか増えてしまうみたいないうのは、だからなんかそれは多分今まではそうだったけども割とそこは行き切った部分はあるのかなと思ってるので、なんとなくこれからはどっちかというともう人口縮小社会で昔みたいにどんどんバブルのところで景気も良くて人も増えてとかっていう時代ではなくなってきてるっていうのもあるから、人口縮小社会で人手も不足もなってるところを解消するためにそういう最先端のツールっていうのは消費されていく方向になるのかなっていう、てかそうなってほしいなって思ってますね。